株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。いられ編第1回ということで、まずはデザインツールのイラストレーターについて、こんなことができる、こんなことには不向きっていうのを説明していこうと思います。まず、イラストレーターでできることですが、イラストレーターはベクターデータという、どれだけ大きくしても小さくしても、解像度が劣化しないデータを簡単に作ることができます。解像度って言葉を初めて聞く人もいると思うので、わかりやすく説明すると、ここに横幅300ピクセルのパンダの JPEG 画像と300ピクセルのイラストレーターのシェイプで作った画像があります。ウェブ上の画像っていうのは細かい点の集合体で、この点々の細かさを解像度と言います。それで JPEG の方を大きくすると画像内の点々は増えずに一つ一つが大きくなるので、例えば横幅を3000ピクセルとした時には一つの点が10倍になってしまうので、その結果画像がジャギジャギしたような感じになってしまいます。それに比べてイラストレータで作ったベクターデータは、この画像自体が数値データでできており、拡大縮小しても画像データを保管してくれるので、ジャギジャギすることはありません。なので、サービスロゴやアイコンを作ることができます。ロゴを作る時の相場はだいたい5万円から10万円くらいです。他にもイラストレーターは解像度が大きくなってもソフトが重くならないので、名刺やフライヤーを作るのに向いています。名刺は片面2万円から5万円。フライヤーは2万円から5万円くらいで仕事をゲットすることができます。逆にイラストレーターを使って作ってはいけないのはランディングページやサービスの UI です。まず、Photoshop に比べてイラストレーター自体はオブジェクトを配置することに長けているツールなのですが、画像加工自体は本当に苦手です。なので、作業をこなしながら常に画像加工をしていく LP やサービスの UI は相性が悪いです。あと、サービスの UI についてですが、イラストレーターでサービス UI を作ること自体は可能です。サービス UI を作るときは 1X で作るのが基本で、イラストレーターは拡大縮小しても画像が劣化しないベクターデータなので、UI を作るという点では相性がいいのですが、一番の問題点は、作ったものをエンジニアの方に共有できないので、サービス UI を作る場合は、XD や Figma、Sketch などのツールを使うことを強くお勧めします。なのでまとめると、イラストレーターはロゴ、アイコン系、印刷系が作れるソフト。ランディングページやサービス UI を作られたい方は、そちらの動画も作るので、もう少々お待ちください。次回はいられ編第2回目ということで、ベクターデータであるパスについて詳しくお話ししていきたいと思います。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ。